これが真実。どうも、ワンピースの謎と仮面 YouTuber、揺れてなんぼのゆでろんです。ありがとうございます。いいね、チャンネル登録してね。今回は週刊少年ジャンプ2024年31号、ワンピース最新話、1119話、エメトを考察します。この1119話では、1年半前に予想した、鉄巨人の元ネタ、ユダヤのゴーレムが繋がります。一緒に考えていきましょう。よろしくお願いします。ただし最新話をまだ読んでいない人は多いネタバレを含む内容ですから、今すぐ動画をストップさせてください。よろしいでしょうか。行きましょう。1119話を読み解く鍵は、タイトルのエメトと2つの語呂合わせです。まず先に1119話の2つのリード語呂合わせから考えましょう。1119話の話数の語呂合わせ1つ目は、I evoke。私は記憶を呼び起こす。1は、ウィキペディアによると、時系から愛や棒と読みます。こちらは先週のコメント欄、バヤイデスさんが的中。そしてもう一つの鍵となるリード語呂合わせが、I invoke。私は権威を呼び起こす。evoke と invoke。どちらも呼び起こすという意味の英単語ですが、evoke は記憶、invoke は権威です。これらは鉄巨人とベアバンクにかかります。そんな1119話は先週このように予想しました。こちらです。1119話の類似話数は19話、119話、1019話、1109話です。119話ではエルバフの神の話です。巨人の国エルバフに伝わる戦いの神エルバフ、さらに太陽の神ニカも巨人たちの神ですから、1119話ではルフィとボニー2人の神ダブルニカが活躍しそう。さらに119話ではミスター3が白いローで作った偽の波が登場。ならば1119話では白いもう一人の女ニカボニーが活躍しそう。もちろん3=3。次に1019話では空を飛ぶ恐竜ヘリケラトプス、まさかの空中戦。ならば1119話でもマーズ星と空中戦か。次に1109話の扉絵では水に沈む鬼ヶ島。この鬼ヶ島は海に沈んだ鉄巨人とリンクしていそう。さらに1109話ではルフィがサターンとキザルをピザにして飛んでいけと放り投げている。ボニーの好物はピザですから、ニカボニーも同じ技を使いそう。そんな1119話の話数の語呂合わせ予想は、イークとはギャーという驚きの声です。ダブルニカの奇想天外な攻撃に全員驚きの声を上げるのか。人響く。1119話では声や音の語呂合わせが成立しますから、解放のドラムの回でしょうか。その音によって鉄巨人が海から現れる。はい、先週の予想はなかなかいい感じ、70点ぐらいでしょう。ここへさらに話数の理論を追加していきましょう。119話でミスター3は、戦士とはイノシシのようなもので、正面からぶつからなければ大したことはないと言います。一方1119話では、イノシシ、ウォーキリー星に正面からぶつかっていく鉄巨人のエメトくん。119話と1119話のイノシシつながり。また119話ではローで作られたまやかしの波。一方1119話でマーズ星はニカボニーをまやかしと呼ぶ。次に1019話では海に沈んだルフィが復活。一方1119話では海に沈んだ鉄巨人が復活。次に1109話は阻止。五老星が4人現れる。一方1119話では鉄巨人が現れてその五老星を阻止。以上が話数の理論一つなぎです。それでは本編の考察を始めましょう。ルフィはノーダメージの五老星は吹き飛ばせと言い、巨大なゴム風船となってマーズ星を捕まえて、ボニー、サンジ、フランキーに自分を攻撃しろという。ボニーは特大ニカのパンチを繰り出します。この伏線は1107話にあります。ボニーはルフィこと太陽の神ニカに願いました。お前みたいなゴムのパンチが打ちたい。そう、2年前、1044話の考察で考えたように、ニカとは、願いが叶うバニヤンツリー、ゴムの木の白い天然樹脂の幻獣なのでしょう。ベアバンクは1069話で、太陽の神ニカとは、人が望み続ける限り、その存在が消えることはない。そのように言っていましたから、言い換えれば、ニカとは、人の願いが反映される神なわけです。ニカみたいなパンチを打ちたいと願ったボニーの願いが叶った。星に願いを。この時、ルフィは、パンチはこう打てと教えていました。さらに先週ルフィは、ボニーに対して、五老星をぶっ飛ばしたいんだろうと言い、ボニーを奮起させて、ニカの姿にしましたが、なんと、ボニーが殴る相手は、ルフィだった。ボニーが覇気を込めて思いっきりルフィを殴ると、いってー。この一連の流れにボニーは目が出てびっくり。
これが1119話の話数の語呂合わせ3つ目。人々びっくり。人々びっくり。この1119話では先週の予想通りびっくりしてみんな目が飛び出しています。そしてこのルフィのゴムの弾力を利用する展開は2ヶ月前に X で考えました。バスターコールがかかった NS ルビーではゾロとサンジが船の上でルフィのゴムの弾力を利用していました。このシーンと繋がっているでしょう。とにかくマーズ星はルフィの弾力で空の彼方へ。マーズ星はどこへ飛んでしまったのか。これはもしかするとマーズ星が飛んだ先はモルガンズの船なのかもしれない。以前も考えたようにビビが会長マーズ星に囚われる展開があるのか。イム様はビビが欲しいと言っていました。ここでアトラスはリリスと通信してエッグヘッドに戻ると言います。なぜならヨークがいる限りアトラスとリリスは位置がバレてしまう。だからルフィたちを逃がすためにアトラスは島まで戻ります。これはなんとなくアトラスとリリスに死亡フラグが立ちました。ヨークを倒さない限りアトラスとリリスは生き残れなそう。一方ベアバンクステラの暴露配信もまた戻ってきました。これらは先週先々週考えたように I'll be back 私は戻る。ベアバンクの配信は途切れ途切れに何もなどないからじゃ。その脈々と受け継がれる意志と言える。その理由に翻弄された者にその声が必ずや届くことを祈っている。そのように途切れ途切れに配信が続いています。ここでの受け継がれる意志とはもちろん D の意志でしょう。その D の意志とはドーン、夜明けの意志。沈みゆく世界の夜明けを望む意志。その理由とはつまり打倒天竜人なのか。そんな D の意志に翻弄された者が D の中にいるジョイボーイか。つまりはルフィなのか。これが冒頭で考えた1119話の話数の語呂合わせ I invoke。私は権威を呼び起こす。インボークとは権威を呼び起こす。プログラムを起動する。神に祈る。などの意味があります。イム様が抜け殻だという D の意味とは、世界の夜明けだと世界政府。自由の意志なのか。自由の意志の語呂合わせは、自由意志。1014話。お前もジョイボーイにはなれなかったか。残雪。時計具ならばきっと夜明けは遅刻ございます。場面が変わってサンドワーム。ジュピーターが飲み込んだサイファーポールたちを噴水のように吐き出している。人々が空から飛んで降ってくる。これが1119話の話数の語呂合わせ4つ目。人々引く。人々引く。引くとは飛ぶ、飛ばす、飛び散るという意味です。ここではセラフィムも海軍の船に落ちてきていますから、セラフィムたちは海軍が回収しています。そしてサンドワームは大きく息を吸って引き風を起こす。せっかくエッグヘッドから遠のいたエルバフの船が逆戻りします。そして距離が近くなった船にめがけて巨大なイノシシも飛ぶ。ウォーキリー製の大ジャンプ。エルバフの船が破壊される大ピンチ。その時なんと海から鉄巨人が登場。ウォーキリー製の牙を折ります。この時鉄巨人は昔の記憶を思い出している。ジョイボーイ、いいかエメト、いざって時だ。いざって時。これが冒頭で考えた語呂合わせ I evoke。 私は記憶を呼び起こす。鉄巨人の名前はエメト君。ジョイボーイから何やら命令を受けています。鉄巨人の名前エメトの元ネタはおそらくユダヤのゴーレムです。ゴーレムとはヘブライ語で未完成なもの。そしてエメトとはエメスともいい。それは真実を意味しており、その文字を書いた札を泥人形に貼り付けるとゴーレムが動き出します。ゴーレムを壊すときはエメスの E の文字を消すとメスという意味になり、ゴーレムは壊れる。この仕掛けは謎の D の一文字に似ているかもしれません。以前の動画でも考えたようにワンピースというタイトルに失われた D というワンピースを足すと、それはワンピース、完成品という意味になります。逆に言えばワンピースとはつまり未完成。とにかく鉄巨人イコールユダヤのゴーレムです。1年半前鉄巨人が初めて登場した1065話のこちらの考察で鉄巨人イコールユダヤのゴーレムだと考えました。こちらです。そしてそこはまるで墓場。巨大なロボットがお腹に槍が突き刺さった状態で眠っています。これが1065話の話数の語呂合わせ9つ目。トゥームゴーレム。トゥームゴーレムでしょうか。トゥームゴーレム。トゥームとは墓場のこと。ゴーレムとはユダヤの伝説やギリシャ神話に登場する土や鉄でできた人造人間、ロボットのような巨人です。木漏れ日の中で眠る巨大なゴーレムはまるで天空の城ラピュタのロボット兵のようでもあり、北欧バイキングのようでもある。
鉄の巨人にはゴーレムと、そしてラピュタのロボット兵のイメージがあると考えました。そんなゴーレムと差別には密接な関係があります。中世ヨーロッパでは宗教的な違いからユダヤ人は差別され、迫害されていました。そこでユダヤ人哲学者ラビレーフは魔術によってゴーレム、人造人間を作り出し、ユダヤ人とその町を守ったと言います。ゴーレムは差別された愛すべき人や町を守る。これが典型的なゴーレムの役割です。となると、おそらく鉄の巨人の役割は差別された巨人たちを守ることでしょう。ロボットにプログラムを入れておく。この話はおそらく200年前の鉄の巨人も同じではないでしょうか。つまり900年前に作られた鉄の巨人は人魚姫を守るようにプログラムされていた。そのように考えると、例えば200年前、巨人差別は勢いを増して、今後生まれてくる人魚姫の血統因子を持つ人物に危険が迫ったと考えられます。この時、鉄の巨人は動き出し、聖地マリージョアを襲った。そして、そんなものが存在することを知らなかった世界政府は慌てて、巨人たちが住む優遇王国を世界政府に加入させて、見せかけの友好を結んだ。そんな感じの物語ではないでしょうか。この仮説が正しいなら、900年前に鉄の巨人に人魚姫を守るようにプログラムを仕込んだ人物は誰でしょうか。それはおそらくジョイボーイでしょう。ジョイボーイは巨人島に約束を守れなかった謝罪文をポーネグリフに刻んで残していました。このように1年半前、世界初鉄巨人イコールゴーレムだと分かっちゃいました。そこでは鉄巨人は人魚姫を守るプログラムがあると考えました。それが200年前にニカがいないのに動いた理由でしょうか。しかし、鉄巨人ことエメト君は1119話でエルバフの船を守るために海から浮かび上がっています。となると、鉄巨人イコールジョイボーイを守る太陽の盾だと考えましたが、鉄巨人のプログラムは人魚や巨人といったジョイボーイの仲間を守るための太陽の盾でしょうか。鉄巨人イコールゴーレムであれば考えたいのは海軍ソードプリンスグルスです。ぐにょぐにょの実、粘土人間グルスは泥人形ゴーレムを生み出せる能力でした。そのプリンスグルスは王子と呼ばれていましたから、もしかするとユダヤのゴーレムこと鉄巨人に命令していたジョイボーイも王子なのか、滅ぼされた王国の王がジョイボーイなのか。海王類たちは自分たちの王、人魚姫、白星ともう一人の王がまた出会うことを願っていました。その王こそがジョイボーイ、つまりルフィでしょう。ルフィはもちろん白星とすでに出会っています。このシーンが描かれた968話の話数の語呂合わせは、クローバー博士は言った。滅ぼされた王国の思想こそが世界政府にとっての脅威だろうと。それこそが D の意志、夜明けの意志、エメと真実なのでしょう。以上です。最後に冒頭の核とステューシーも考えましょう。冷酷なサイファーポールゼロだったステューシーが涙を流しています。これは最終章に見られるひっくり返る世界の一つでしょう。最終章では世界の全てがひっくり返っています。冷酷な CP0 が慈愛の CP0 に、嘘つきノーランドが正直者ノーランドに、猿山連合軍たちのバカな夢が現実的な夢に、恐ろしい巨人たちは面白い巨人たちに、弱いと言われたボニーが強いニカボニーに、そのようにひっくり返っていますから、世界を滅ぼすという3つの古代兵器は逆にひっくり返って世界を救う道具だと考えられます。それこそが古代兵器ウラヌスこと太陽の神ニカの悪魔の実でしょうか。ウラヌスとは星散りばめたるもの、星に願いを。続いては次回1120話の展開を話数の理論から予想していきましょう。1120話の類似話数は20話、120話、1020話です。20話は泥棒道。バギーの宝を盗んだナミを追いかけるバギー。さらにナミはバギーの手足のパーツを盗んで、ルフィは小さくなったバギーを吹き飛ばします。すると1120話でも引き続き五老星が一人吹き飛ばされそう。次に120話では王女ビビを呼べとカルーを脅しているミスター5。ならば1120話では鉄巨人エメト君とけなげなカルーが印象的に繋がって、エメト君は主人の名前ジョイボーイと叫ぶのか。次に1020話ではブラックマリアの幻影によってクローバー・オルビア・サウロン姿が登場すると、1120話でも大原の話が語られるのか。そんな1120話の話数の語呂合わせ予想は、
人々連れて、エッグヘッドに残ったナミたちを連れて脱出するのか、いびつな霊。いびつ、つまりは何かが歪むのか。日々、つれづれなるままに日暮らし。これは、つれづれ草の一文です。その意味は、一日中やることがなく暇だ。という意味ですが、これも1120話に描かれるのか。人々つれ1120話では何か辛いことが起きるのか。例えば、インペルダウン編のように、エッグヘッドに誰かを残して脱出していくのか。以上です。皆さんはどう思われましたか？ありがとうございました。チャンネル登録してね。